こんにちは。今回はベネツィア旅の見どころについて紹介したいと思います。見どころたくさんですよ。では出発しましょう。まずはベネツィア近郊の駅から出発です。ベネツィア本島には電車を使っていきます。綺麗な車両が入ってきましたね。よく見ると日立製車両のようです。学生らしき集団が乗っていましたが、ベネツィアの一つ前の駅で降りてしまい、ほぼ乗客がいなく、やや不安になりました。ただ、しばらくすると、アドリア海が見えてきて、間違いではないと安心しました。ここから見る海の景色は綺麗ですね。無事に終着駅のベネツィア・サンタ・ルチーア駅に到着しました。出発する電車もたくさん表示されていました。さて、早速駅の外に出てみます。そこにはベネツィアといえばの運河が見えます。早速感動です。駅前の雰囲気は世界ナンバーワンなんじゃないでしょうか。少し近づいて運河を眺めます。運河とボートとこの景色、やっと来れたかという思いでいっぱいになりました。ここはまだゴールではなく、ホテルや中心地のあるサンマルコ広場周辺までは距離があります。本島は駅前を除き自動車が使えないので、フェリーか徒歩での移動になります。天気も良く、景色を楽しみたいので、徒歩で行くことにします。道幅が結構狭く、圧迫感があります。小さな運河にはこのように橋がかかっています。小さい運河はたくさんあるので地味に足腰が鍛えられます。重いスーツケースはダンベルのようです笑い。まだまだ距離があるので、10倍速でその様子をお伝えします。目印になる建物がないので、まさに迷路の中を歩いているようでした。Google マップがないと迷子確定です。言われるがままに歩くと、フェリー乗り場にたどり着きました。対岸までゴンドラフェリーで行けるようです。スーツケースを持ってゴンドラに乗るとは思いませんでした。ただ、フェリーからの景色は圧巻ですね。モーターではなく、船頭さんの手で漕ぐところもいいですね。フェニーチェ劇場の前に来ました。オペラが見れるそうですが、今回はパスします。しばらく歩いて、ついにサンマルコ広場に到着しました。とっても綺麗な景色ですね。サンマルコ広場のすぐ近くには、たくさんのゴンドラがありました。この景色はずっと眺められますね。
すぐそばにはドゥカーレ宮殿や首楼があります。再び少し高段から海を眺めてみます。ウミネコとハトがたくさんいました。人慣れしているようで近くに寄っても逃げません。次はアッカデーミア橋にやってきました。ベネツィア大運河に大きな橋が4本かかっていますが、その中で唯一木製だそうです。そこから見えるサルーテ教会も絵になりますね。道中の小さな橋から見る景色もいい感じです。再びサンマルコ広場に戻ってきました。こちらはサンマルコ寺院です。金色の内装が施されている有名な大聖堂です。内部は撮影禁止とのことで外観の紹介です。ちなみに2階のテラスからの景色はこんな感じです。夕方になり再び水辺にやってきました。同じ場所でも時間帯によって景色が大きく変わりますね。夜の雰囲気もいい感じです。カーニバルの時期にはウォーターショーもやっていてグッドでした。詳細は別動画に載せました。概要欄からご確認ください。翌日、有名なリアルト橋にやってきました。橋の上にお店もあり、多くの観光客で溢れていました。その後、近くに市場があるとのことで向かってみました。市場には野菜類の他に魚介類が豊富に売られていました。今私が住んでいるドイツでは生魚を見ることが少ないので本当に羨ましい限りです。生ものなので購入できないのが残念です。イカやエビ、ホタテ、マテ貝など種類豊富ですね。市場近くにある魚介のフリッツはとても美味しかったです。その後は再びサンマルコ広場に戻り、ドゥカーレ宮殿に行くことにしました。ドゥカーレ宮殿はかつてベネツィア共和国の総督帝建政庁であった建造物です。内部には大小様々な部屋があり、絵画で溢れていました。ため池橋の内部を通り、対岸の牢獄を見ることもできます。近場のコレール博物館も興味深かったです。夕方になり、夕日を見るために首楼に登ってみます。夕日の当たるベネツィアの市街地はとても綺麗ですね。海
側も西日が良い景色を作り出していますね。夕日が沈む瞬間も眺めることができました。10倍速にすると沈む様子がはっきりとわかりますね。火の入り後、鐘の音が鳴っています。さて、翌日には前日見送った太陽を迎えに行くことにしました。朝7時過ぎでしたが、人がそれなりにいて驚きました。日の出の瞬間も倍速でご覧ください。朝はカーニバル衣装を着た方の撮影会となっていました。背景もいいので観光客にはたまりませんね。サンマルコ広場に戻ると見たことないぐらいの人で溢れていました。皆さん仮装していますね。広場には特設ステージもあり、仮装コンテストが行われていました。最後はバスで空港に向かいます。今回たっぷりとベネツィアを観光しましたが、まだまだ時間が足りないと思うほど行きたいスポットがたくさんでした。2月だったので天気が悪いかと思っていましたが、全日快晴で寒すぎもしなかったので、この時期にベネツィアに訪問するのもありだと思います。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。少しでも気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。